16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回は先日9月の30日に BS テレビで草野仁さんの名医が寄り添う体若返り TV という番組で私たち取り上げていただきました。その時のテーマがつまずきかける枕ハテナということで、つまずきが起こってしまうさまざまな方々の悩みに回答しながらその問題を解決するという番組だったんですね。大変興味深い内容の番組のテーマでした。先生、その番組の内容を教えてください。はい、実は千葉県の方から70代の女性のモニター様がつまずきどうすればいいんですかっていうお悩みを抱えて相談に来てくださったんです。その方にもちろんそのつまずきの原因を診断し MRI などの画像も撮影して何が悪いかっていうことを診断した上で適切なアドバイスをいたしました。そしたらみるみる症状が改善したんですね。どんな治療をしたんですか？その治療とは実はとっても簡単なんですけれども、一つはシャキッと3秒姿勢という姿勢の指導と、もう一つが枕の高さ調節です。自分の体に合った枕を使いましょうねっていうこのたった2つの指導でしっかりそれを守ってくださったその女性の方はさまざまなご症状が改善してとても喜んでらっしゃるんですね。ということで今日はこのつまずきについてお話をしたいと思います。つまずくことってありますか？たまにありますね。たまにありますよね。はい、それはね、実は高齢になってくるとよりその頻度って増えてきちゃうんですよ。そうなんですね。はい、つまずきの原因って何だと思います？やっぱり運動不足で足腰が弱くなってなっちゃうんじゃないかなって、そうですよね。それももちろん一つ大きな原因です。でもそれだけではないんですよ。つまずきは本当にたくさんの原因の複合的な要因になって起こってまいります。ちょっとこちらに整理したのでご覧ください。まずつまずきの原因、今から説明する内容ですが、それが1つでもつまずくし2つ以上が、重ね合わさられて起こることもあるんですね。1つずつ自分に当てはまるかなと思ってみてくださいね。まず、このつまずきの原因を内的、体の内側の原因と外側の原因に分けて考えましょう。内的要因、体の問題、体の中にある問題と考えると、まず加齢変化、そしてその方その方のお体の要素、もしくは体に取り込んだ薬物、お薬、こんなこともあるんですよ。それぞれ見てまいりますね。まず加齢変化ですが、年齢とともにやっぱり筋力が弱るっていうのは一つありますよね。それから姿勢が猫背になってしまって悪くなります。姿勢不良、そして運動不足、運動をしないことによって筋力が落ちたりバランス能力が悪くなったりするからつまずくわけですね。一方、体の身体的な要素としては、その方の持病としての心臓病や循環器の病気、呼吸器の病気もあります。また神経の病気としてやはり今高齢化社会ですので認知症ありますよね。パーキンソン病って聞いたことありますか？ありますか？実はこれね、運動能力に非常に影響する、トトトトトッと止まらなくなってしまったり、体がこわばってしまったりっていうちょっと運動能力に影響するご病気なんですね。結構たくさんいらっしゃるので、また骨や筋肉の問題、これが私の専門分野である整形外科の中では骨や関節、そして筋肉、こういったところに、使わない、若い人でも使わなければ衰えますし、または怪我、外傷ですね、交通事故、こういったことでもいろいろな機能が悪くなることがある。そして
一方で年齢とともにだんだんに骨や関節の機能が悪くなったり筋力が衰えたりすることでもつまずきの原因になるわけです。最後に薬物、これイメージ湧きますか？はい、睡眠薬とか、処方された飲み薬だったり、なんか起こるって感じありますよね。なんか副作用としてやはり朝起きた時に睡眠薬飲んで夜は寝れたんだけど朝ふらついてしまうみたいなこと、特に高齢者の場合は体の中にお薬が残りますので、そういったことも起こりやすいんですね。あとは抗うつ薬とか抗不安薬といって精神の方の病気のお薬でも起こります。また最後意外かもしれませんが、血圧、高血圧の方が飲んでる血圧の薬でも時々ふらつき、つまずき起こるんですね。お薬で治療しようと思って飲んでいるのに逆につまずいて怪我をしてしまう、なんかこれもったいないじゃないですか。あとは、その外的要素としては毎日のように整形外科の場合は来る患者様ですけど、ちょっとした家の中の段差につまずく、布団の端っこに足がつまずく、冬場はこたつをしていてこたつの布団に引っ掛けて足を転んでしまう、このような外的な要素からもつまずくってことは起こるわけです。どうですか？つまずきの原因すごいたくさんあるじゃないですか。やってみるといろんな原因がありますよね。で今日はこの中でもやはり私が整形外科ですので、こちら整形外科のつまずきの要素についてお話をしたいと思います。運動機能、これはロコモティブシンドロームっていう言葉聞いたことありますか？ちょっと初めて聞きました。ロコモって言ってるの聞いたことあまりないですか？この運動機能の低下について日本整形外科学会ではロコモティブシンドロームという、運動能力の衰えについて、警告を発しております。ロコモにならないためにロコモの体操をしましょうというのが日本整形外科学会のホームページにもありますので、あまり聞いたことのない方はぜひそちらを参考にしてロコモティブシンドローム、調べてみてください。あと首の神経の問題でもつまずくんですね。なんか首と遠い足のつまずき、どう関係あるんだろうって思ってしまうかもしれないんですが、首は要、首の神経がやられるとここから以下のさまざまな症状が出る。その中にはつまずくっていう足の症状もあるんです。先生、ちょっと質問があるんですけど、うちの母がよくつまずくって言ってるんですけど、歩き方見てるとあまり足が上がってないんじゃないかなって思うんですけど。そうなんですね、実はこの間テレビのモニターさんで来た方もビデオを見るとですね、足上がってないんですよ。実はその一つの原因が首に原因があるっていうことになるかもしれません。首とか、腰である場合もあるんですけど、首と腰って神経ですよね。これ首のモデルですけれども、横から見ると後ろにこの黄色い神経、脊髄神経っていうのが通っているんですが、これって脳からつながって首の脊髄神経になってどこまでいってると思います？足までいってるんですか？その通りなんですよ。胸、腰、お尻、足までいってるんです。その一連の長い神経が首で何らか圧迫されてしまう、神経が潰されてしまうと神経の栄養状態が悪くなって神経の働きが悪くなるんですね。足が突っ張ってしまう、腰で圧迫されると足がだらっとしてしまう、いろいろな神経の障害で結局足がうまく運べない、スムーズに足を上げたり下ろしたりっていうこの動作ができなくなってしまって起こります。テレビでは富山医科薬科大学の整形外科の脊椎専門医であられる川口教授がこのことについて分かりやすくご説明をしてくださっていました。まさにこの首の神経の圧迫、当院に来ていただいたそのテレビのモニター様は実際に首の中、脊髄神経を
椎間板のヘルニアが圧迫していたんですね。ということで、この首が悪くなると、なんと遠くに離れた足の神経が障害されてつまずくということが起こるというの分かっていただけましたか？はい、わかりました。解決方法です。2つあります。まず第一にシャキッと3秒姿勢という名前をつけていますが、イメージどんな感じします？背筋をピンってする感じですかね。そうですね。簡単に言うと、一言で言うと本当にそのものなんですよ。これを3秒でやりますので、ワン、ツー、スリーっていう3つのステップでやってみますね。はい、ではまず第一、胸を起こします。はい、丸い背中を胸を起こしてみてください。第2に肩を、丸まってる肩を横に開きます。2番目、最後にお腹が出ちゃいけないので、おへそをしっかりと奥に引き込みます。ぐっとお腹の下っ腹に力を入れるイメージですね。ではもう一回最初からやってみます。リラックスします。丸い背中をまず起こします。丸まってる肩を両側に開きます。最後におへそをしっかりと奥に締めて、下っ腹をキュッと締める、そんなイメージ。ワン、ツー、スリーとやっていただくとどうですか？シャキッと姿勢が良くなっていますね。はい、この3秒シャキッと姿勢、これはもうどこでもできます。椅子に座っててもできるし、立っててもできるし、電車で移動中、仕事中、デスクワークのデスクに椅子に座ってる時、いつでも3秒間で簡単にできますので、思いついた時いつでもやってください。この姿勢を整えると何が起こるかっていうと、首ですね。首の神経がしっかりといいポジションになって、中のこの首の神経が周りの骨や椎間板に当たってしまって、悪い刺激を受けるのを予防してくれる姿勢なんです。もし、首だけをやろうとして胸や腰が悪い姿勢になってたら、それはこの神経ずーっとさっき言ったように足までいってますので、全体は良くなりません。首の姿勢を良くするということは、同時に体幹、体全体の姿勢がいいということなので、この3秒シャキッと姿勢が重要なんです。起きている時はシャキッと3秒姿勢ですね。じゃあ一方で寝てる時、これがですね、例えばこんな凹凸の枕に寝てしまう、ウレタンでふにゃふにゃ柔らかい枕で寝てしまったら、首がぐら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 揺れてしまいますよね。これでは中の神経がいい状態になりません。どうするかというと、枕の条件、硬くて平らで高さが一人一人の体格に合った枕に寝ていただければ、首がぐらぐらすることなく、夜間に寝返りを打ってもいい姿勢で寝れるわけですね。このことが夜間とても大事ですので、枕の高さを整えるということが第2番目の重要なポイントとなってきます。枕の高さ調節については私たちいつも解説していますので、そちらの動画を詳細ご覧ください。今日は9月30日に放送された BS テレビ草野仁様の、名医が寄り添う寝返り体若返りテレビというものをご紹介してきました。つまずきの原因、ご理解いただけましたか？はい、つまずきと枕が関係あるなんて思わなかったですね。本当ですね。ぜひシャキッと3秒姿勢と枕の高さ調節でつまずきを少しでも予防できるよう努力してみてください。お願いいたします。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。